皆さん、こんにちは。ジャパニーズほのぼのポッドキャストのほのかです。お元気ですか？私はとっても元気です。このチャンネルでは自然な日本語で日本の文化や日常、仕事のことや日頃のお悩みなどなどいろいろなことをお話ししています。さて今日は目標を達成するにはどうすればいいのかについてお話ししようと思います。皆さん、目標ってありますか？例えば、日本語がペラペラになること、JLPT に合格すること、あとは日本で働くことなど、いろいろな目標があると思います。でも、頑張っているのになかなか達成できない。そんな風に感じたことはありませんか？実は私もあります。例えば、毎日英語を勉強しようって目標を立てても、三日坊主で終わってしまうことも多いです。じゃあ、どうすれば目標を達成することができるのか？結論から言うと、正しい目標を立てることです。正しい目標って何だと思いますか？正しい目標、それはちょっとだけ難しい、少し頑張ればできそうって思える目標です。なぜなら人はワクワクするときに一番やる気が出るからです。実はワクワクしてるときって脳の中にドーパミンっていうやる気ホルモンが出るんです。ドーパミンはやる気や集中力を高めてくれます。だからワクワクできる目標は達成しやすいんですね。ここでちょっと例え話をしますね。私の家には猫がいるんですけど、遊ぶときにおもちゃを届くか届かないかくらいのところで動かすと一番盛り上がるんですよ。こうやってフリフリってして猫の前足が届くか届かないかの場所でおもちゃを動かすと猫がたくさん動くんですね。捕まえられそうで捕まえられない。ちょっと動けば捕まえられる。そんな時、猫は一番楽しそうにしています。人間も同じだと思っているんですね。高すぎる目標だとできない、無理だと思ってしまうし、逆に簡単すぎる目標だとつまらないと感じてしまうこともあると思うんです。だからちょっと難しい。でも頑張ればできるくらいが一番ワクワクするんですよね。ゲームも同じです。皆さん、ドンキーコングとか、マリオとか、ポケモンとかやったことありますか？いきなりラスボス、クッパとか、四天王とかと戦うことはありませんよね。最初は弱い敵を倒して、少しずつ強くなって、最後にはラスボス、クッパとかを倒すと思うんです。最後にラスボスと戦いますよね。アニメだと、鬼滅の刃も同じですよね。見たことありますか？炭治郎も最初から無惨と戦うんじゃなくて、山で修行をして走ったり、岩を動かしたり、いろんな鍛錬をして、弱い鬼を一匹ずつ倒しながら強くなりますよね。そうやって力をつけていきますよね。でも私の場合もそうなんですけど、多くの人は最初から高すぎる目標を立ててしまいます。例えば日本語を勉強し始めたばかりなのに、あいうえおを、読めるようになったばかりなのに、1年で N1 に合格するとか、
これはちょっと無謀なんじゃないかなと思います。そういった高すぎる目標を立ててしまって、やっぱり私には無理だ、諦めようって思うのはとても当たり前で自然なことです。じゃあどうやって正しい目標を立てればいいのでしょうか？どうやって正しい目標を立てたらいいのって思いますよね。今回は私が考えた3つのポイントをご紹介します。1つ目は、その目標が高すぎないか考えること。もう一回その目標が高すぎてないか、考えてみることです。2つ目は、大きな目標は小さな目標に分けることです。例えば JLPT に合格するという大きな目標なら、まずは1日10分日本語を聞いてみるから始める。そういった目標を立ててみることです。大きな目標も小さく分けてしまえば、雑魚キャラにできます。小さい目標にできますよね。3つ目はいきなり高い目標を立てないことです。これは1つ目と同じような感じなんですけど、例えば今の自分が50点なら80点を次目指すんじゃなくて、今の自分が50点なら55点を目指す。これくらいでいいと思います。それでは最後に今日のお話をまとめます。目標を達成するには、まず正しい目標を立てることが大切です。正しい目標はちょっとだけ難しい、少し頑張ればできると思える目標です。それを少しずつクリアしていけば、必ず夢に近づくことができると思っています。だから今日本語を勉強していて、なかなか喋れるようにならないとか、そういった気持ちになって諦めそうになっている方もいらっしゃるかもしれません。でも諦めないでください。今回話したように大きすぎる目標じゃなくて、自分にできそうなことからちょっとやれば、ちょっと頑張ればできそうなことから始めてみてください。そういった小さなステップを重ねていけば、気づいた時には夢が叶っていると思うんですね。私は皆さんを本当に応援しています。一緒に頑張っていけたら嬉しいです。それでは今日のお話はここまでです。もしこの動画が面白い、良かったって思っていただけたら、ぜひいいねとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。では今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。次の動画でもお会いできることを楽しみにしております。ありがとうございました。バイバイ。またね。一緒に頑張ろうね。バイバイ。